実は今回この2人をなめさわさんと湿度を呼んでまして、髪型は何？すいません、消防矯正をかけてるんですけど、東京の湿度が高かったみたいで。すいません。いやいや、最悪ですよ。いや意味わかんない、そう言われれば。ガチで言ってんすか？いやガチで言ってますよ。それしつこい。それで終わりかどうかって謝られた側が決めることじゃないですか。2人をなめさわさんと湿度を呼んでまして、湿度に関してはもうどういうメンバーですか？見て、もう仕上がっってるのよ、はい、ゆるキャン。ゆるキャンのもう仕様に、これ下もゆるキャンでしょ？下もこれもゆるキャンス全部。でなめさわさんが何も興味ないんで布教したいなっていうところで、したい。そうなんですか。僕、なめさわさんと一緒です。いや、何にもわかんないですけど。テンション上がるよなこの鳥かごな。いや本当っすよ、これはもう映画に出てきた鳥かごっすよ。これ鳥かごなんで鳥いなくなっちゃうか分かる？なんでですか？知らないの？フェンス網が奥すぎて鳥が全部逃げちゃう。ですね。うん。はい。いやでもすごいっすよ本当に。なんか今怪しかったよ。じゃあ確かそのフェンスを組み立てようとして、なんか作れなくてあれだったっていう感じの。そうね。であるまま残そうっていうことで結局撤去せずに残す。もうガチ勢だから。ガチで誰推し？誰推し？いや、なでしこ。なでしこ、俺もなでしこ。なでしこ好きすぎて郵便局行ってめっちゃテンション上がってたからね。もう行ったんですか？郵便局？いや郵便局、銀座の郵便局行っただけでテンション上がった。でも本当に行ったらもう俺ちょっとどうなっちゃうかわかんない。でもここからそんな離れてないところに高校だったりありますからね。あるらしいね。一回そっち持って。はい。山梨の湿度どいやもうこれは 98% う？いやぐらいあるね今日ね。でもよかった、焚き火できないぐらいの雨だったらさ悲しいなと思ったからさ。焚き火はできそうっすね。できそうだね。楽しいね。なんか気持ちいい。これは何用なんですか？これは歯磨いたりとか、あと洗い物したりとか。あそこ水だったじゃないですか。シンクで。そう。うわ、漫画みてえな肉。すげえ。漫画みてえな肉だ。シーフードもある。シーフード。こっちはもう多分なんとかなりそう。いいっすね。やっぱ焚き火なのよ。いいっすね。あれこれ松ぼっくりで着火されました？いや松ぼっくりじゃないな。でも今日松ぼっくりだったとしてもね、ちょっと厳しかったと思うよ、しけってて。そうっすね。こんにちは。暑い。なんすか今の。松ぼっくりな。松ぼっくりの喋るんだよな。喋るんですよ。この空間に今いるっていうのが本当に聖地巡礼ですよ。な、二次元にもう来られる時代になったな。今日何作るんですか？まあスープパスタでしょやっぱり。スープパスタ。ゆるキャンとね、ゆるキャンといえばスープパスタ。料理できる？料理はできます。あれはできんだ。俺全くできねえんだよな。でもまあせっかくやりて手きれい。手洗った？洗いました。ネットと一緒に。友達とかにこういうやついたらちょっとなんか変な空気になりますよ。わかります？なんでですか？こういうことか。ちょっと潔癖の。そうそう。手洗ったって。洗いました。まあでも洗ったでしょ？もちろん。さっきネット洗った時。まあじゃあいいよ。じゃあます作っていいよ。なんでスープ？では、ゆるキャンでスープパスタを作るシーンとかがあって、それ定番メニューなんで、それを作ろうかなと思います。したならば、ちょっと俺まずウインナーさ焼いてお腹すいた。直焼きします？直焼きでいいと思う。でもやばい。やばい。いらねえなこれ。うわ、落ちないのよこれ。粘っちゃうんですよ。無双山大関の時の海を土地東、あと千代大会とかいた時の大関4代大関かな。土地東めっちゃ好きでした僕も。引退しちゃったからね、はい、東京都出身なんですよ。そうなんだ。はい。ローランドさんの野球知識と相撲知識マジで2000年代。ちょっと古いですけど。危ね。
生き残った高見盛り。高見盛り。多分ナレーションがいるんですよね。あ、確かにね。玉ねぎはコヘルつくのいいんだよな。コヘルがまあまあでも原作だとそうなんですね。ビデオ撮ってくれてて、あ、そうです。録画っていうかしてるところがでそのメニューを今忠実に再現してるんですよ。でそれが玉ねぎとオリーブオイルにこのベーコンを入れるっていうところで今はうわすごい。ベーコン食ったんじゃないの？ベーコンだけ、あとごめんなさい、玉ねぎベーコンを須田さん入ってからどれぐらいですか？もう1年は経って1年半月ぐらいですね今。はい。そんなやってるんですね。そうですね、もうあっという間な感じではありますよね。趣味が合うっていうか本当そうですね。年齢一緒だしね。はい、カメですね、同学年です。こんなアニメ好きとは知らなかったです。初めて。いつもオタトークしてはい。俺実を尊敬したことがあって、おさやわかります？さや、ああ、檜山さん。うん一緒に共演してるじゃないですか。アニメの番組で。なんかすっごいいい子じゃないですか。はい。たまたまそのなんかさやちゃんいい子だよねって話したらめっちゃ推しなんですみたいな話になって、ちょっとそこで盛り上がって、じゃあその2週間後ぐらいになんかちょっと彼氏いますみたいなあったじゃないですか。あの後の報道出てましたね。あの後のファンミーティングみたいなのちゃんと言っててウェザーニュースの方ですよね。はい。どういう気持ちで言ったの？なんかやっぱ悔しいのって言ったら、俺もシンプルに一度好きになった人をなんか何かしらの理由があったとしてもなんかこう愛せなくなるっていうのは男としてかっこ悪いと思うんで、もちろん今でも変わらず応援してますみたいなこと言って、もう男だなって。はい。いやその時の雰囲気どんな感じだったの？いやもうお通夜みたいな感じ司会の方とかも今ネットをお探ししておりますっていうやっぱちょっといじりの紹介だったんですよ。そういうのもあってまあなんかこう笑いつつも、ただやっぱりみんな知ってまあいろいろ抱えてる感情っていうのはまあね、いろんなものがあったと思いますよ。はい。いや男だよね。なんか惚れさせられねえ男は悪いからな。あ、本当です。おで普通腹減ったんだよな。で腹減りましたね。お腹が空きました。アスパラ。やべやべ、火がいろいろ渋滞してる。火が、うわ、あっちキノコやべえぞ。多分豚の油であしちゃっやばい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 あ、やばい。やばいぞ。火力が。火力が、ウインナーがやばい。た。ウインナーウインナーもう燃えてるぞ。ウインナーも入る。いや、ウインナー入んない、一旦火なんですね。これダメだ。ニンニクニンニク入れよをう適量なので、あとコンソメだな。はい。一回入れますよ。うん。真ん中の黒いやつなんすか？これウインナー？ウインナーだ。あれ？やばい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 。うわあっち。今のは跳ねた。熱跳ねた。い。いやいやマジで熱いから本当に。命がけやんスープパスタ作るの。おうわ。お。おお。パスタはこのままでは鍋に入らないので、二つ折りにして投入。標高が高いところでは沸点が低く、茹でても芯が残ってしまうことがあるので、そういう時は細いパスタを使います。パスタが水分を吸って、だんだんお湯が減ってくるので、ここで牛乳とスライスチーズを入れます。そんないく？そんないく？結構いくね。結構いったっす。そんな入れる？でも目分量でしょ。入れすぎじゃない？これの半分ぐらいを4人分っていうことなんで、これで。いや4人分で作ってねえから3人ぐらいで作ってるからね。だって水3人分だったら600入れてるわけじゃん。いでも結構残ってます。や違う違う、最初の水を500ミリスライスチーズを入れます。最後に黒胡椒とパセリで仕上げて完成。これさパセリさ今さ今ですかね。今じゃなかった多分全体じゃなかった。うわ絶対じゃあ、はい、まあ、改めてねスープパスタにシマリンにシマリンになでしこになでしこにチェアス。
く行きますかパスタ。行くか。うわあったけえ。しかもなんかいやいいっすね。パスタのはい柔らかさめっちゃちょうどいいよ。うますぎる。おお、じゃあ行かせていただきます。なんで同時に行かないのよ。同時っすかこれ？なんで美味しいですか？めっちゃうまいよこれ。うますぎん？柔らかさちょうどよくない？パスタのさ。もう天才なんじゃないかな。だって俺ら目分量でやったもんね。うますぎる。美味しすぎる。生で食う飯が一番うまいわ。うん。 31ね。まだ悔いあるな。まだ早いわ。いやでもマジでよかったな。なんか結構普通に心配したからさ。いや自分も本当にサンズの川じゃないですけど、見えんのやっぱ。なんか本当にでも走馬灯みたいなのあったっすね。なんかすごい適性があるなって客観的に考えて思いますか？やはりすごい聞き上手なのかなっていうのがすごい人からも言われますし、内見志望っていう感じで来たんですよ。マジで求人でいきなり。本当ですか？はいなんで変顔送ってくんの？しかも今日の今日来たんでしょ。何があったんですか？いや最初なんか胃腸がすごい痛くて、消化器科とか通ってたんですけど、その血液検査とかしてみると、もう私たちの病院じゃ見れないんで、もう救急車呼ぶか、もう紹介状書いてもう明日にでもでっかい病院行ってくださいっていう風に言われまして、あの時の顔色のもやばかったそんな。いやもうでもすぐ病院行けって話して、もうすぐ帰って病院行かして、そしたら緊急入院になってな。はい、急性膵炎っていうことだったんですよ。まあ、痛みが10段階あるとしたらもう10個ぐらいのもうレベルで、いつそのショックで記憶っていうかその意識が飛んでもおかしくないっていうことだったんで、もう ICU でその管理状態に置かれて5日か6日間ぐらい絶飲絶食で点滴だけで入院で治療してたんですよ。もうそれしか治療の方法がないっていうので、もうあと1日2日やっぱり来るの遅かったら、はい、もう亡くなってた可能性が非常に高いと。なんで1週間前に手術して胆のうを全摘出してきました。ちょうど一昨日とかですよね。そう、一昨日ぐらいに戻ってきた。はい、復帰をさせてもらったんですけど、一昨日復帰したんですか？はい、だからノンアルなんですよ。本当はね、はい一緒に乾杯したいねって話なんですけど、湿度もアニメ好きだったんで、お前生きて戻ってきたら兄様見に行こうぜって話して、それをなんかこう楽しみにこの世にまた戻ってきてくれましたね。はい、でその後一緒に行ったんですよ。だから正直まあ本当にその、まあ、食生活もすごい不節制だったんですよね。カップラーメンばっかりでしょ。いやまあカップラーメンが安いっていうのもありますし、まあ、たまにこうドンキで半額になってるおにぎり買ってそれをこう食べてたりしたんですよ。でもやっぱりもうお金に健康は変えられないなっていうことで、今はもう結構定食とか焼き魚とか、そうした方がいいよ。俺から吸ってない。でも吸ってないですよ。僕はそうだよ。もう逆に吸いたくないです。まあまあそうだよ。はい、その胆のう摘出手術を5日間ぐらいの入院の日程でさせていただいての今回このキャンプっていう、はい、ことなんで、なんかすごい運命的な何かを感じますね。アニメの楽しみなかったら死んでたかもしれないしね。あ、そうですね。生きがいがもうアニメなんで。本当にね、オタクだな。オタクっすね。多分推しに助けられたんだ。はい、わかるんですその気持ち。おはようございます。おはようございます。めっちゃ天気すごいですね。めっちゃ天気いいっすよ。あ、富士山は見えないのかすごい。な。抜けやばくないですか。うわ。なんか管理人さん曰く、この木の後ろからこの辺から富士山が見えるらしいんですが、木の後ろ？この木のこの裏が、ちょうど。まあでもめっちゃ天気いいっすね。
手前の山は違うんですね。うん、これは違うみたいです。でもまあいい景色であることに変わりないですね。昨日社長のエレガントな入れ方を覚えたので上からうん、ただ高く入れただけなんだけどね。いやもう本当に最高でした。人生初のお泊まり本格的キャンプでしたけど、それを社長と共にこの身延の町で行えたことが初キャンプ身延ってもうマジで持ってる。いや本当にすごい贅沢すぎますね、湿度と来るともう楽でいいわめっちありがとうございます。ゃ。写真撮ろう。はいじゃあいきますよ。はい。10、 10 9、8、ジャンプね。7、6、5、4、3、2、1。